今回、設営が終わりました。今回ですね、結構ニューギアも多いので、ちょっと改めてお伝えしていきたいなと思います。でまずですね、ナタを新調しまして、じゃん。これ能登の鍛冶屋さん、奥能登の鍛冶屋さん、福部さんというところが作ってるところなんですよね。でホームページは 300g ぐらいって書いてあったんですけど、重っと思ったんで、多分 500g ぐらいあるんじゃないかです。ちょっと測ってみたらです。ですごい幅があるので、ちょっと削れてますけど、ペグハンマー代わりに使えたりとか、これからちょっとバトニングとか試してみたいと思います。でこれ先端がついてるんで刃こぼれしづらいようになってます。で焚き火台はいつものやつですね。はい、ブッシュバディになってます。はい、これ結構ほんと好きなんですよね。かさばるんですけど好きなんです。はい、でこれちょっと新しく買ったんですけど、能登の復興を願ってっていうことで、石川県のキャンプ場の方とこのランタンのメーカーさんが能登用に作ったっていうちょっと記念用のランタンになってます。この能登をイメージした海ってなってて、すっごい欲しくて買っちゃいました。はい、であと久しぶりにテーブルはですね、このテーブル使ってます。100g ぐらいなのでめっちゃ軽いんですよね。の割に面積が広い。でこっちも能登の復興記念ということで輪島塗ですね。すみません、ちょっとベタベタになっちゃったでしょ。輪島塗のコーヒーカップとお皿を持ってきました。キャンプでは初めてかな。やっぱりちょっと木なので保存方法気をつけないと汚れちゃったりと傷いちゃったりするので、そこは注意点かなと思います。で高荷がコラボしているバッグですね。はい。であとは大体いつも使ってるフィールドレコードさんのカーボンチェアだったりするんですけど、あとタープ久しぶりなんで初めて見る方もいらっしゃるかもしれないですね。このハイパーライトマウンテンギアのフラットタープになってます。これ正方形と長方形が出てるんですけど、正方形のを使いました。多分相当久しぶりに使ったんでなんかちょっと貼るのに手こずっちゃったんですけど、はい。でちょっと失敗したなと思ったのが、軽量化したかったんで、ポールを普通のポールじゃなくてイーストンのカーボンポールにしたんですよね。これ 65g ぐらいしかないんですよ。普通トレッキングポールで立てるのは推奨なんですけど、トレッキングポールって1本 150g ぐらいなんですよね。でこれは 65g でめっちゃ薄いんで軽量化になるんですけど、しなるし軽いしなんでポールとして結構支えれないんですよね。これちょっと失敗したなと思って次からやめようと思ってます。はい。で何よりもこのビビがですね、今回ちょっと初張りやったんで楽しみにしてたんですよ。ハイパーライトマウンテンギアが出した初ビビっていうことで、下がすごい贅沢に第2話使ってるんですよね。で僕がすごい欲しかったのが、これめっちゃ軽量なんですよね。いわゆる蚊帳なんですよ。もうほとんどビビというか。で蚊帳として使えるんですけど、蚊帳って結構重くないですか？蚊帳って僕調べるとやっぱ 400g とか 500g ぐらいするので削っちゃうんですけど、なくすとで虫問題があったりとかですごい悩んでたんですよね。蚊帳のためになんか荷物背負うのもなと思ったんですけど、これが 200g ぐらいなんですよ。めっちゃ軽くて、かつ結構な広さなんですよね。うん。でこれ単体でも天気が良かったら使えるってことなんで、すごい贅沢なビビ空間ということでこれちょっと買いました。これはこれでまた動画を上げる予定になってます。はい、というのが、今回ですかね。はい、あとは大体他の動画で上げたことがあるんじゃないかなと思います。あともう一個だけこれ買いました。ね、僕たちの界隈ですごい今流行ってるというか騒がれてるんですけど、レイピアっていういわゆる火ばさみなんですね。で火ばさみなんですけど、カーボンタイプってことで 100g 切るタイプになってます。で面白いのが後ろがクリップというかこういうふうにつかめるようになってるんですね。なので1人2役ということでこれも買ってます。でこれは最近もすごい使ってるトレイルポット S900 ですね。これやっぱ調理が楽しいんでちょっとかさばるんですけど、最近よく使ってます。はい、これも今回初デビューなんで、ちょっと使用感とかも伝えられたらなと思います。はい、そんな感じですね。あとキルトも新調したんですよ。はい、キルトがエンライトエクイプメントの河川キルトになってます。マイナス1度対応です。でワイドにしてます。ですっごいかさばっちゃったんですけど、軽さは 600g でめっちゃ軽いです。で実際これやっぱり僕もキルトいくつか持ってるんですけど、すごい使い勝手いいんですよね。だからちょっとこうかさばるんで外付け専門とか、真冬になってきたらちょっとダウンキルトも新調してもいいかなっていうぐらいめっちゃ使いやすかったんで、これもちょっと使用しながらまた皆さんにいろいろ告知していきたいなと、おすすめしていきたいなと思います。マットはサーマレストのマストで、枕はエクスペードの枕になってます。
これで全部合わせて7キロぐらいですかね。はい、7キロぐらいでした。7キロでこれだけ広かったらめっちゃいいですよね。うん。軽さは結構軽かったですよ。はい、こんな感じでハイパーライトなんですけど、設営するとこんな感じです。なので、ハイパーライトが初めて出したビビーっていうことになってます。重さがめっちゃ軽いんですね。これロングと普通レギュラーが選べるんですけど、ロングになってます。ロングだと縦2メーターぐらいなんで、結構長いですよね。で、タープは2メーター50、2メーター50のハイパーライトマウンテンギアのフラットタープ使ってます。ですので、ちょっとこれ頭若干出てますけど、中にここ引っ掛ければ問題ないかなと思います。ちょっと出てもいいかなと思って出してるんですけど、2メーター70、2メーター30のタープの方が頭が出ないんで、心配な方はいいかもしれません。でも、足元は結構余裕あるんで、設置の仕方によって、頭も全然中に2メーター50でも入れられると思うので、ちょっと初張りということなんで、ちょっとアバウトに貼ってあります。これゴムがついてて、適当にここにかけてるんですけど、ここをかけるのと、あとここが引っ張れるんで、適当にガイラインでここで引っ張ってます。で、ここはちょっとゴムになってるんですけど、地面もペグダウンして、広げる。という感じにすると結構安定した感じになってますね。はい。で、ここがなんかナイロンみたいな生地になってて、ここがメッシュになってます。ですから、夏の時とかは蚊帳ですごい涼しくていいですよね。あと単体でも使えるということです。で、すっごいコンパクトになるっていうのが僕すごい魅力的だったのと、フロアがめっちゃ高いんですよね。雨の時とか結構心配じゃないですか、フロアレスとか使うと。だからそういう意味ではこれだけライニーマンのフロアの高さがあったら浸水しても全然問題ないなっていうのがすごい欲しかったポイントなんですよ。軽くてコンパクトかつフロアが高いっていうのが結構珍しかったんですよね。で、横で見るとこれぐらいの幅、本当に一人用って感じですよね。はい、中はエンライトエクイプメントのキルト入れてます。で、それこんな感じ。ちなみに今回結構爆買いしたのでいろんなものがあるんですけど、これがエンライトエクイプメントのマイナス1度対応の河川キルトです。ちょっとですね、河川キルトでマイナス1度で、しかもワイドなんですよね。それやっぱキルトにしてもめちゃめちゃ大きくなっちゃったっていう反省点があります。これで 600g いくかいかないかぐらいなんで、軽量はめっちゃ軽量なんですけど、やっぱ河川だとやっぱかさばっちゃったなっていうのが今回発生点ですね。反省点ですね。だからやっぱ河川のキルトとはいえ、マイナス1度の以下の対応のやつはかさばっちゃうので、それ以上はもう真冬はやっぱダウンにした方がいいなっていうことと、ワイドにしない方がいいなっていうのをすごいちょっと反省点にしております。福部さんっていうところのナタを購入しました。能登町、奥能登の能登町の、これもちょっと震災でダメージを負いながらも頑張ってらっしゃる鍛冶屋さんで、ナイフがすごい有名らしいんですね。マキリっていう。で、ナタは運よくすぐ買えたので、これで1万円ぐらいでした。で、大体 500g ぐらいですかね。はい。300g ってホームページには書いてあったんですけど、結構重いずっしりあると思うので、500ぐらいあるんじゃないかと。ちょっと測ってみますね。で、これ、結構分厚くて、刃の厚みが 4.5 って書いてあったんで、薄いのが来るかなと思ったら結構分厚いので、多分これ、公式もう一回測った方がいいんじゃないかなと思います。で、便利だなと思ったのが、これからちょっとナタはやるんですけど、結構ですね、僕、こう、土が硬いとやっぱ足しか持ってきてないんで、ペグハンマー持ってこないんですけど、結構ですね、普通にこう、ペグハンマー代わりになるっていう、重みがあって、これ結構土とか硬かったんですけど、見えますかね？結構、これもちゃんとですね、これのおかげで、ペグハンマー代わりになるっていう、こう、一つ二役ができたので、これすごいいいなと思ってます。これ、切れ味めっちゃいいんで、これよくわかんないことになっちゃってるんですけど、こういうので切ろうと思ったら、スッと切れるんで、ナイフの代わりにもなるっていう。めっちゃ切れ味いいですよね。だからこれ一つで結構全部いけるんじゃないかと思って、すごい今、結構楽しくなってきてますね。はい、あとは耐久性がどんなものかっていうところあるんですけど、今のところ切れ味と破壊力のペグハンマーの感じがすごいいい感じです。実際これ中に入ってみると結構広く感じましたね。今まで割とコンパクトなビビを使ってたからっていうのもあると思うんですけど、ヘリウムビビとかサマヤのナノビビとかを使ってたんですけど、これは天高がすごいあるから、これだけ引っ張られたらもうめちゃめちゃ内部空間広いです。で、奥行きもロングっていうこともあって、2メーターぐらいしっかり高さ取れてますんで、非常に180センチは僕がでも頭に少し空間作れて足元の空間作れるので、これは広いなと思いました。で、実際これちょっと寝てみてまた感想をちょっと伝えたいと思います。
今回のライトキャンプはこんな感じです。ではキャンプ楽しんでいきたいと思います。いい感じだ。ちょっと風強いですけどね。なんか久しぶりにハイパーライトのタンプ使って思ったんですけど、ハトメがいっぱいあるのすごいいいなと思いました。結構今日とか風強いんですけど、普通こう風が強いとこういう風にパーンとこうタープって緩むじゃないですか。それが結構気になったりするけど、もし本当に風が強かったら、ここのハトメとかにガイライン引いてあげて、引っ張れば、あと強度を増すんで、タープなんですけど、なんか風もすごい安心ですね。ちょっとポールをかなり軽量ポールを使っちゃったんで、そこだけ心配ですけど、タープ自体はやっぱすごいよくできてるなと、久しぶりに使って思いますね。さあ、じゃあ点火しますか。フィールドではこいつも初めてだ。なんかほんのり光る感じが可愛いですね。海側。暗くなってきたんで、早めにもうちょっとご飯だけ先に作れちゃおう。いやー、楽しいなー。普通にやらないですけど、振り下ろしだけでもいけるもんな。俺すごいな。ペグハンマーの代わりにもなるし、かっこいいし、これ、フェザースティックとかもいけんのかな。ちょっとあんま需要ないかもしれないですけど、今やってます。わ、めっちゃいい感じ。おはようございます。TK キャンプです。実際にですね、これでちょっと寝てみたんですけど、めちゃめちゃ気持ちよく寝れましたね。タープ張ってるっていうのもあるんですけど、安心感ありましたし、やっぱりこのサーマレスとマットと、このエンライトイクイプメントのキルとの相性がすごい良くて、めっちゃ気持ちよかったですね。エンライトイクイプメントのキルトがいいっていうのを噂で聞いてたんですけど、僕が使ったキルトの中で一番いいですね。やっぱり河川キルトだとカサバルとかがちょっとネックだなと思ってたんですけど、高いし、洗えるし、みたいな。すごいいいところも水に強いし、みたいなことあるんで、使いようによってはすごいいいアイテムになるなと思って、見直しましたね。今20度いくかいかないかぐらいの気温なんですけど、マイナス1度対応っていうことは結構オーバースペックでありますので、めっちゃ高かった。OMM の寝袋、マウンテンレイドとかだと、233とかだと、10度近くになってすごい寒くなる時があるんですけど、こいつは単体で10分使ったので、単体でいけるなっていう感じがしましたね。いや